So vague, and I hate it. I hate it the way that you say that you've wasted my time. I was just doing mine. こんにちは、岡井介です。はい、今回なんですけどね、タイトルにある通り、皆さんがこのポケットに入っているスマートフォンでアプリをね入れるだけでシネマティックな動画表現だったりとか、絶対に撮ることができないような光の軌跡とかをね、かっこよく撮る方法っていうのを皆さんにご説明したいと思います。イントロどうぞ。 Maybe I could let it go. I won't miss you. Won't miss you. はい、今回ご紹介させていただくのはね、久しぶりにスマートフォンで、iPhone で、ね、紹介するコーナーなんですけど、iPhone 11 Pro でシネマティックな動画表現をしたのはね、もう皆さん見てると思うんですけど、今回は別のアプリです。前回は Filmic Pro っていうね、アプリケーションをご紹介させていただいて、まだ見てない方っていうのはそちらを見ていただきたいんですけど、今回はMomentっていうアプリケーションを使いたいと思います。で、モーメントって多分ね、皆さん聞いたことあると思うんですけど、スマートフォンに取り付けるレンズだったりとか、それこそドローンの ND フィルターとか、幅広いアクセサリーとかレンズとかをね、販売しているメーカーさんなんですけど、そのモーメントさんがピーター・マッキンノンとかもね、結構レビューとかしててすごく有名なメーカーさんなんですけど、今回それのアプリケーションをね、たまたま YouTube 上で情報を入手して、でその動画を見た時にめちゃくちゃかっこよかったんですよね。もうめちゃくちゃかっこよくて、それを見た瞬間に動画作んなきゃダメだなと思ってすぐ動画に作らせていただきました。じゃあ早速ね、こちらのモーメントのアプリケーションのご説明をしたいと思います。で、こちらアプリケーションの価格が日本円で780円となっております。で、Filmic Pro は800円ぐらいでアプリケーションを購入して、その中で一番重要なログと言われるね、色味をフラットにして綺麗なカラーコレクション、グレーディングをするための撮影機能があるんですけど、それを購入するのに追加で2000円ぐらいかかったんですよね。なのでそう考えると、こちらのモーメントは870円で購入して、そこから実際にログ機能ももう入ってるので、モーメントの方が安いです。で、かつ機能も Filmic Pro より充実してるんじゃないかっていうのは個人的に思います。はい。なので一つずつね、ご紹介していきたいと思います。なんでこのモーメントを僕が以前アプリケーションを紹介したにもかかわらずまたご紹介するかっていうと、Filmic Pro には入っていなかった機能があるんですよね。重要なポイントです。こちら、シャッタースローモードですね。シャッタースローモードって何かっていうと、iPhone って基本的にオートだったりとか、シャッターね、基本的に基準に設定して写真を撮ることができるんで、基本的に撮ったら人がブレないような一番いい形を、選定してね、撮影してくれるんですけど、シャッタースピードを調整することによってすごく面白い写真とか動画が撮れるんですよね。シャッターってこのパシャっていうこのシャッタースピードを、ゆっくりにすればするほど光がねその分十分に入ったりとか情報量が多くなったりっていう良さがあるんですけど、その分このゆっくりシャッターを切ることによって動いているものっていうのがすごいブラーがかかったりとか、ゆっくり調整することによってよく皆さんが見たことあると思うんですけど、滝が流れてるような、静止画だったりとか、人がバーって動いてるものとか、星空がこうやって動いてるものとかいっぱいあると思うんですけど、シャッタースピードを調整することによってそういった表現ができるんですよね。なので今回僕はこちらのモーメントアプリをね入れさせていただいたんですけど、この一番重要なスローシャッターモードは、最後にご紹介するとして、まずは基本的なこの写真とか動画のね機能について皆さんにご紹介していこうと思います。はい、まずですね、こんな感じでちょっと壁に向けながら画面録画をさせていただきます。はい、こんな感じでね今収録してるわけなんですけど、実際に動画からご紹介したいと思います。で、左上はねこの明るさですね。こちらライトをつけるかつけないかっていう設定で、こちら今状態がデフォルトです。で、1回押すとフラット、もう1回押すとログです。このログの状態が一番シネマティックに、後日別の動画でも出すんですけど、色を追加してかっこいい表現にできるので、このログモードっていうのがすごく重要なんですよね。iPhone でシネマティックに撮る上ではすごく重要なポイントです。はい。
ここまではフィルミックプロと一緒ですね。けど、870円買うだけで、このログが搭載されているっていうのはすごくでかいと思います。で、かつこちら、フレームレートが選べます。4K の60フレームまで収録することができます。で、右上を押しますと、はい、こちら。モーメント製のレンズが選べるようになってます。で、今回ね、僕はレンズつけてないのと iPhone 11 Pro なので、この画面っていうのは全く必要ないんですけど、アナモフィックレンズとかワイド、テレ、マクロ、スーパーフィッシュとか様々なレンズがあるので、もし、スマートフォンでレンズをね、拡張したいっていう方は、概要欄にあるリンクからモーメントさんのサイトに飛んで、ぜひチェックしていただければなと思っております。ちなみに僕はまだ使ってません。はい。で、こういった感じでインカメできたりとか、外カメできたり、で、iPhone 11 Pro なんで、広角と超広角望遠レンズっていうのが選べるので、これもワンタッチで操作することができます。なので、そういった意味で言うと、すごく簡易的に画角を選ぶことができるんで、すごくいいと思います。で、あとは安定にシャッタースピード調整したりとか、ISO 調整したりっていうこともできます。ヒストグラムで色とかを調整することもできますし、写真とか来ますと、安定にタイマーモードとか、あとはバーストショット、あとは JPEG ローとか、そういった写真のファイル形式を選定することもできるので、ここまでは正直フィルミックプロと、同じようなスペックとなっております。フィルミックプロは写真は撮れないので、そういった観点で言うと、かっこよく写真を撮りたい方、スマートフォンだけでかっこよく写真を撮りたい方とか、動画を撮りたいっていう方に向けても、このモーメントっていうアプリは正直フィルミックプロよりも強いかなってのは思ってます。で、こちらが重要なんですけど、早速スローシャッターモードというものをご紹介したいと思います。はい、右下のボタンを押すと選べます。スローシャッターモードですね。こちら押していただくと、画面はね少し変わるんですけど、こちらモーションブラーとライトトレイルっていうものがあります。で、こちらを使用すると本当に面白いんですよね。で、モーションブラーは実際に見ていただいたら分かるんですけど、シャッタースピードをね、2秒から4秒に調整して、その間に動くとブラーがかかったようにその分躍動感が出るので、スマートフォンでは絶対に表現できないような、コンテンツになります。で、ライトトレイルっていうものは分かると思うんですけど、例えば iPhone のライトをつけてシャッタースピードをね8秒間に調整して、今回僕はねトランスっていう自分のね会社の名前を書いてもらったりとか、そんな感じですごく遊ぶことができるので、結構そういったねシャッタースピードを長く調整して、その間に光を描くと文字が浮かび上がってくるので、光をねこうやって遊んでみたいっていう方もかなり楽しめるねアプリだと思います。で、こちらシャッタースピードが 0.5 秒から30秒まで選ぶことができます。で、30秒のシャッタースピードって本当面白くて、もうあれですよ、1、2、3、4、5みたいな感じで30秒でパシャなんですよ。その分光を取り込む量も多いし、あとはその間に動くものっていうのも全部追うことができるし、すごく面白い表現になるんですよね。で、僕たちが見ている例えば鳥がこう飛んでて、それを収めるショットとかはもう鳥をね静止画にしなきゃいけないんで、このめちゃくちゃ速いものを静止画にしなきゃいけないんで、シャッタースピードってのを何千分の1、もうパヤッっていう感じですね。もう目に見えないぐらいのシャッタースピードなんですけど、そういった感じで切るんですよ。そうすることによってめっちゃ静止画っぽくなるんですけど、これをシャッタースピードをゆっくり調整することによって、その間に動いている被写体とかに躍動感をね追加することができるんで、そういったことがスマートフォンで本来一眼レフでしかできなかったものがスマートフォンでできる状態になっております。はい、そんな感じでね、このシャッタースピードを調整して、例えば被写体、今回は自分だったんですけど、被写体が少し動いたりとか、iPhone でライトをつけてこういった感じで動かすことによってすごく幻想的な表現になるし、車とかね、今回僕が道路のね危なくないところに立ってバスがたまたま通って、それを8秒とか4秒で撮らせていただいたんですけど、その間に動く
物体があることによってより面白いかっこいい写真表現になるので、スマートフォンでかなりクオリティ高く撮れるようになったんですけど、それをはるかに超える写真表現ができるということで、本当に写真、動画でこのスローシャッターっていうこの3つのね要素が入っているアプリケーションっていうのは本当にこのモーメントアプリケーションしかないのかなと思って今回はご紹介させていただきました。で、フィルミックプロとモーメントをね比べると、やっぱ客観的に見てもモーメントアプリケーションの方が強いです。はい、だし個人的に撮影しても楽しめました。なのでフィルミックプロも十分シネマティックに撮れるんですけど、むしろあれは映画とか撮る人が結構愛用しているものでして面白がってね、モーメントっていうのは写真とかを撮りたいという方でもかなり楽しめるのではないかなと思っております。はい、冒頭でねかなりシネマティックなかっこいい映像表現が静止画とね動画両方最初に、見ていただいたと思うんですけど、そういったかっこいいね動画写真表現がこのモーメントアプリを使うことによってできるので、高い機材を買えなくて困っている方とかはまずはこのスマートフォンのアプリを1000円以内でね購入することができるんで、それを購入してぜひ写真とか動画をね楽しんでいただければなと思っております。で、それをね試した上でより動画表現、写真表現を追求したいっていう方は、こんな感じで一眼レフを買って写真動画表現をして、僕のね YouTube を見てチュートリアル勉強していただければなと思っております。はい、今日はねスマートフォンこの1台で完結するアプリケーションをねご紹介させていただいたんですけど、引き続きこういったスマートフォンでできる表現とかをねやっていこうと思うので、感想等ある方はコメントいただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。You know I said